どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone16、16 Pro ですね。おすすめのケース、保護フィルムとですね、いろんなアクセサリーですね、トーラスさんの方から送っていただきましたので、実際にこの1週間ね、ちょうど使ってみたので、そこの感想も一緒にね、レビューできたらなと思っております。実際のところどうなのっていうところ。結論から言えばすごい良かったんですけど、前回のiPhone16 Pro の方のレビューの中でも、ガラスフィルム貼ったりとか、ケースのレビューしてますので、こちらも合わせてね、見ていただくと非常に分かりやすいんじゃないかなと思いますので、はい。またね、今後いろいろこういった動画上げていきますので、ぜひ気になる方はね、チャンネル登録と通知ベル押してもらうと届きやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、見ていきたいかなと思いますので、詳細は概要欄とかにもね、ありますので。はい。なんで並べますと、こんな感じで、まずはね、このフィルムかな、見ていきたいと思います。で、その後、ケースとかもね、あるので、ケースと、モバイルバッテリーとか、この充電器とか見たいかなと思いますね。はい。ということで、フィルムはね、前回動画で解説してますので、一応これがグラスゴーエア1個廉価版のタイプになります。これも上から、はめて、ガチャって入れるタイプで、横をスライドして、でこっちはグラスゴーウルトラで、これはもう上からはめてこうピッてこういくのかなだけです。であと付属品とかはねすごい充実してますので、もう1枚ね入ってるんですよ。これ僕1枚貼ったんでないんですけど、全部ウェットシートとかかなり充実してます。取説もありますしね、これ多分動画もあると思う。なんで実は裏側にこういうなんていうのかな、ヘラとかもついてるので、これちょっと見逃しがちなんですけど、1週間使ってみたので、これケースついてるんだけど、画面のね縁とかはねほとんど変わらないかなと思いました。若干ウルトラが分厚いのかな。でもほとんど変わらないかなっていう気はします。厚さも別に若干エアが厚いような気もしなくはないが、ほとんどねどうでしょう、変わらない気はするんだよね。どっちもクオリティは高いですね、やっぱりね。でこれがね今エアですかね、貼ってるのはなんですけど、どうですかね。めっちゃ1週間一応ねこれ使ってみたんですけど、いや引っかかりも特になくていいと思うけどね。なんでこのフェイス ID のこれね、この動きもやりやすいんですよ。ここが引っかからないから。だしゴミは若干間はね入るかなっていう気はするんだけど、他縁とかもね黒縁あるんですけど、特に気になんないかなと思いました。こんな気になるところはなかったかな。いやいいですね。はい、デザートチタニウムやっぱかっけえなっていうところ、ブルーライト入ってるけど別にその見え方が悪くなるみたいなところはないので大丈夫ですよね。上からも、非常にスムーズに滑りもいいですし、グラスゴーウルトラとグラスゴーエアーですね、できる限り仕様を見てここら辺が違うかなっていうところをまとめてみました。基本的に大きな違いとしては貼りやすさとか強度ですね。ガラスの強度とかに関してはグラスゴー、ウルトラの方がいいのかなっていうところはあります。エアーが別に悪いわけじゃないんですけど、比べたらっていうところで、米軍のミル規格とかは全部対応しておりまして、大きい違いで言うと、僕が使用を見たところですけど、ブルーライトカットの認証っていうのがグラスゴーエアーにはね、ちゃんと入ってるんですよね。ウルトラも一応入ってるのは入ってます。有害な光を通さないみたいなの入ってるんですけども、どっちかっていうとエアーの方がいいのかなっていう気はしました。透過率に関しては正直目で見てねそんなに変わんないんですけど、 99% っていうね透過率があったので、ウルトラの方がどっちかっていうとね、ブルーライトカットがおそらく若干ない分綺麗なのかなっていうところで、保証とかに関してはねもう全く一緒で、365日保証が入ってます。1年間ですね。で価格に関してはグラスゴーウルトラが3880円、多分定価なのかな。ただセール時ねだいたい3200円ぐらい、3000円前後になるので、こういった時に買うのがいいのかなっていう気もしました。でエアーは2980円で、あとクーポンがあったりとか微妙にその時によって変わるんですけども、なので価格差的にはそこまでないので、だったらウルトラの方が個人的にはおすすめかなと思います。単純にもう貼りやすいっていうところが、エアーもすごい貼りやすいんですけど、エアを試したいっていう方もいいと思いますが、僕はねっていう感じでございました。でケースのご紹介なんですが、2種類かな。オースタンドピンっていうタイプ、通常バージョンとちょっと高級版のフュージョンみたいな、これがね今年出たやつかな、新しいやつかなと思います。なのでまずこっちつけているかな、スピンで、個人的にはこのフュージョンの方がね、を使いました今回1週間ね。いやいいですね。でフィルムと合わせると特にねビチッといい感じに入りますね。いいですね。
はい。で、側面、カメラコントロールのところが開いております。まあ、普通に使う分に問題ないね。全然使いやすかったです。でもやっぱこっちはこっちでいいな。いい感じでございます。ボタンもね、特に押しやすいかな。はい、押しやすいですし、ちゃんとこの浮き出てくれてるというか、画面よりちょっと上がってるんで落としても大丈夫かな。カメラ部分も問題ないかなっていうところですね。下側も、しっかりと、収まってくれてますね。綺麗にね。アクションボタンとかもで、トーラスのロゴ入ってる。で、若干アップロゴがギリギリ見えるぐらいですかね。で、やっぱりこのスタンドのところがね、そうだ。で、全部米軍見る規格とか対応してるので、うっすら見える感じですね。こっちはね、本体カラーが。で、ここが一応引き出し安くなってるらしいけど、どうだろう、あんま変わんない気もするけどスタンドになるのでこれで立てれます普通にね。で結構90度まではいけないけど、斜め45から結構ねいけます。このぐらいが限界かな。割となんでこういう感じ縦置きで、使いやすい、フェイス ID も全然問題ないですね。ここがね曲がるんですよ。カチッと曲がるので、例えば横向きにして使うみたいなこともできますし、縦でほぼ90度近くね、立てるみたいなこともできるので、配信とかにすごいいいんじゃないかなと思いました。この構造はすごいやっぱいいですよね。このヒンジが、回るっていうので、かなりねここがすごいしっかりしてんだよ。スマホの重さに全然負けないっていうか、このぐらい斜めにしても見えちゃうんで、動画とかすごい見やすいですよね。こうやればね。で個人的にすごいいいのがこれ縦向きになってるので、スマホリング的な使い方ができるんですよね。で手にの収まりがすごいいいんですよ。ちょうどいいこの位置が。多分一般的なこの回るリングとかだと上側にあるんで使いづらかったんですけど、これがやっぱちょっと下側にあることでちょうどいいんだよね。この親指の位置がちょうどいいっていうの。スマホ触りやすいんだよこれで。が気に入っております。僕は個人的にはね。っていうところと、でも高級バージョン。僕はね、こっちを結構メインで使ってました。なので、指紋とかはどうしてもね、黒だと若干目立つかなっていうところはあります。これ1週間使ったんで、かなりリアルな汚れがついてますけど、でも拭き取れば取れるかなっていう感じ。スピンこんな感じで、こっちフュージョンですね。脱着はね、結構しやすいです。おー、いいですね。高級感とかで、ここになんかね模様みたいなの入ってて、ここも引っかかりがあってね、手ですごい馴染む感じはありますね。しっかりとね、フィルムとの相性はもう抜群なのかな。バチバチに決まってますよね。これフィルムついてますからね。一応ね構造はね一緒ですね。カメラコントロールのところもこんな感じで全然問題ない。このまま押していい感じだな、いい感じだな。はい、問題なく動きますね。たりとか、ボタンとかは全部一緒ですね。やっぱ後ろのこの質感が、全然違うので透けてはないですね。ただ高級感に関してやっぱりこのフュージョンの方があるかな。ちょっとこのロゴだけ俺気になるな目立たなくしてほしかったなっていうのはあるけど、それぐらいかな。さらっとしてるね。どっちもさらっとしてるけど微妙に違うかな。ほぼ一緒構造は多分一緒だね。でもいいです。個人的にやっぱこっちの質感の方が、グリップ感はこっちの方がいいかもしれないな。良きでございます。普通にかっこいいっていうか、キラッとこう見える感じで、ここが、側面が見えないのがちょっと残念ではあるんですけど、ミルクティーとかもあるんで、色が他のやつもあるんで、それでもいいかなっていうところ。いやいいよね。これでもうこのまま。そうだ、ちなみにここマグセーフ充電対応してるんで、普通に充電もね、例えばこのままよいしょと、できますんでいいよそれもいいところ。アクセサリーもつけれます。デメリットで言うと、若干ごつい感じはあるかな。それだけ測ろう。で重さはねほとんど一緒です。40ねが、見えないだいたい4656グラムぐらいっていうところ変わんない。若干重いけどほとんどね持ったところ感覚的には変わんないです。ならなんかこっちがね軽く感じるんだよね。なんでなんだろう。持ったところは重さのバランスがね微妙にこっちがいいんだよね。このフュージョンの方が。はい。たりとかケースね、一応フュージョンつけとくか。で今回あとですねこのモバイルバッテリーかな。これね超薄い8ミリだったかな。これ 0.8 センチか。超薄いよこれ。薄すぎてピントが合わない質感がねすごいいい感じ。なんかアルミの削り出しって感じ。これが電源ボタンで、ウェイクアップそのままオートでできるんで、貼ったら勝手にね充電始まります。で USB-C でピント泣かせだなこれ。めっちゃシンプルだけど超かっこいいね。8センチなんでこれは薄いぞ。なのでちょっと iPhone にねケースと一緒につけたらかなりこのままいける。はい、全然いけますね。さすがに一緒につけると重いけど iPhone より多分薄いと思うんだよね。いいな非常に質感がいいです。ちょっと重いけどね、さすがに一緒にケースとつけると重いかなっていうところだけど、なのでちょっと iPhone これ外してみようかな。一回 iPhone より多分薄いと思うんだよね。ほらこんなんだよ薄さ。
あ、めっちゃいいわ本体より薄いんで、持っててもすごいね、ここがね多分ラウンドエッジというかすごい手にフィットします。若干ここが斜めで削られてんのかな、手にフィットしやすい形になってて、すごい馴染む感じはありますね。これはいい。でパススルーが多分ねできなかった気がするんだけど、まあいいか。そうだね、やっぱりパススルー充電はできないっぽいですが、それぐらいかな。気になる点で言えば、あれなんかできた？違うわ。はい、この薄いのはめっちゃいい。ケースより薄い。で重さは 111g ぐらいかな。なんでかなり 5000mAh かな。で容量 5000mAh なんですけども、かなり軽い部類に入ると思います。ついちゃうんだけど磁石結構強い。だいたい 111g ぐらい、111から12ぐらい書いてあった気がする。磁力は十分強いですね、正直ね。外れる感じはしない。これ面白いのが充電器なんですけど、トーラスのね充電器です。面白い。なんか質感にはすげえ AirPods と似てますプラスチックな感じではあるんだけど、プラグは折りたたみプラグになってますね。出力は 40W だったかな、確かね。 USB-C ポートここにこう入ってて、2台同時充電もできます。で面白いのはこれですよ。いきますよ。ケーブルが内蔵されてて伸びます。はい。でこれちょっと画角的にあれなんですけど、68センチくらい伸びるんで結構ねいけます。こんな感じかな。ちょっと画角に入んないけどぐらいはいけるので、めっちゃ長いってわけじゃないんですけど、先がこういう感じのなんかアルミ削りみたいになってるのかな。なんかかっこいい普通に。でこれちなみに無段階で伸ばせます。なんでちょっとだけ伸ばすみたいなこともできるんですよ。こういう感じで。昔のね分かりやすく言うと掃除機のやつですよ。コードの収納、あれがこれに入ってるみたいな。なんでその分若干一般的な充電器よりは若干大きめかなっていう気がします。全然アップルの純正のやつよりは全然ちっちゃい。質感もいい感じでございます。はい、折りたたみプラグだし、これはいいねこれはいいぞ。無段階で長さ調節できるのが結構いいなと思いました。こういう感じで普通に挿してないからできないけど、いいですね。ケースとかと合わせてね、いろいろこう使ってみてもらうといいと思います。質感はいいんじゃないかな。結構な可愛い感じでございます。いいね、トーラス。こんな感じでございます。あるものあったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。ケーブル質感見てもらったと思うんですけども、だいたいね68センチぐらいから伸びる感じでした。こんな感じで伸びて、で一応無段階でね調節できます。なんでちょっとこのぐらい出すとかもできるし、全部出すとか無段階で調整できるので、そこはすごいいい点かなと思いました。本当昔の掃除機のねコードみたいな感じで、めっちゃいいです。はい。そんな感じ。はい。ということでいかがだったでしょうか。ぜひね、この商品が気になるとか質問とかありましたらね、コメントいただければなと思います。詳細は全部概要欄に載せてますので、気になる製品あればねチェックしていただければなと思います。一応まとめますと、どれがおすすめなのかっていうのね結構聞かれますので、フィルムに関してはグラスゴーウルトラがシンプルで貼りやすいのかなと思いましたので、僕はどっちかというとねこっちがおすすめなんですけど、エアーの方はブルーライトの認証とか入ってるので、ブルーライトが気になるって方はグラスゴーエアーでもいいかなと思います。貼りやすさはねそんなにどっちも貼りやすいんで正直ね。ケースに関しては今回やっぱオースタンドスピンフュージョンの方が僕はおすすめですかね。個人的な好みですけど、高級感とか質感がやっぱり非常にフュージョンいいなっていうところだったり、今回紹介したのはブラックだったんですけども、他のカラー展開もありまして、ミルクティーとかねすごいいい色なんですよね。あとなんか白っぽいやつとかもあるので、機能面的にはね同じかと思いますので、結構iPhone と一緒に持ちたい感じはある。フュージョンの方が高級感があるので、あと充電器系はねどちらもおすすめではあります。トーラスのねマグセーフのやつもねすごい薄くてね質感めっちゃいいんですよね。 7.5W 充電っていうところぐらいですかね。気になる点で言うと充電速度が。でこの巻き取り式のタイプに関しては度数がね 40W かなまでになってますので、 MacBook Air とかまでなら OK かなと思います。 MacBook Pro とかになるともう少しパワーが必要になってくるので、それかそもそもパソコン充電しないとか iPhone とか iPad ぐらいであれば、Android もそうなんですけども全然 40W あればね十分ですので、ケーブルやっぱ持ち歩きたくないとか、ケーブルごちゃごちゃさしたくないっていう人はすごいおすすめなんじゃないかなと思います。この巻き取り式のタイプね、充電器に内蔵されてるのは見たことないですね。他にねないので、もちろん折りたたみプラグであるんで若干気持ち大きめではあるんですけど、そんなにめっちゃ大きいってわけではないのででございました。なんで詳細に関しては概要欄の方からねぜひチェックしてもらえばなと思います。個人的にはケースかな、やっぱなオースタンドスピンフュージョンがいいかなと思います。ということでこの動画ね少しでも役に立ったなと思ったらぜひチャンネル登録ですね、評価どっちでもいいです。チャンネル登録と、通知ベルを押していただくと届きやすいと思いますのでよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末お送りください。ではまたね。
ケースはやっぱいいっすよねこの機能性がさ完璧だよね回せるタイプ。この90度近くね縦置きできんのがまあやっぱ僕個人的にはいいですね。かなりねこれ良くない？やっぱずっと持ってるとね疲れんだよね。とあとやっぱパソコンと僕使う時多いんですけど、横に置いとくのがめっちゃいい。こういう感じでパソコンがあって横に置くみたいなシチュエーションですごいいいかなと思いました。これちょっとミルクティーも欲しいなって感じ正直ね。はい。90度、配信とかもねやりやすいし、もうちょっとなんでね気持ち薄くなってくれたらいいかなっていうぐらいだね。いろんなケースねありますんで、あとこのリング機能がね、リングが一番いいわ。でも結局これなんか絶妙な位置なんだよね。いやいいですよ。